こんにちは、アルシチャンネルです。今回は貞観西洋唐の第2代皇帝太宗李世民と臣下たちとの問答形式により帝王のあるべき姿を追求した名著です。日本では鎌倉時代以降、歴代将軍が参考にしたと言われています。特に徳川家康の愛読書とも言われています。帝王学の最高傑作、早速見ていきましょう。君たるの道は、まず身を正す。貞観の始め、太宗が臣下たちに言われた。君主たる者の道は、必ず、まずは人民を存続させなければならない。もし人民を苦しめて、我が身に役立てようとするのであれば、それはまるで自分の股の肉を裂いて、自分の腹を満たそうとするようなものだ。ひととき腹は満たされるかもしれないが、その身は死んでしまうだろう。もし天下を安定させようとするのなら、必ず、まずは自分自身を正さなければならない。身が正しくまっすぐなのに、その影が曲がったり、上のものがきちんと収まっていながら、下々のものが乱れる、というようなことはない。私はいつも、その身を滅ぼすものについて考えるに、決して外圧によってではなく、皆自らの欲望によってその禍根を作ってしまうのだ。もしご馳走にふけり楽しみ、音楽や色気を愛好すれば、その欲望は限りなく、費用もまた莫大となる。それは政治を妨げ、また人民を苦しめるものである。さらに、君主が一つでも理にそぐわない言葉を発すれば、人民はそのためにバラバラとなる。そして恨みの声が起こり、離反、謀反も起こる。私はいつもこのことに思いをいたし、決して欲望のままに振る舞うようなことはしないのである。自滅するのは外からの要因によってではなく、君主自身の欲望によるのだという指摘はとても重要です。論語にも、その身を正しくするあたわざれば、人を正しくすることをいかんせんとありました。自分自身を正すことができないような人がどうして天下を治めることなどできましょうか。太宗も社会の安定と存続が何よりまず自分自身の節制にあることを自覚していたのでしょう。明君と安君の違い。貞観2年、太宗が議長に問うた。明君、安君とはどのようなものを言うのか。議長が言った。君主が聡明である理由は、広く多くの人の意見を聞くからです。安愚な理由は、一人の言うことだけを信じるからです。司教にこうあります。先人が言っている。薪を取るような卑しいものにも問い尋ねる。昔、堯舜の政治は、司法の門を開き、司法に目を向け、司法に耳を傾けるようにしました。それだからこそ、その聡明さはすべてを照らし出したのです。そのため、教皇や昏の輩も、王の邪魔をすることはできませんでした。言行不一致の者も、王を惑わすことはできなかったのです。議長は、太宗の問いに対して、明君と安君の違いを説明しています。この両者を分けるのは、要するに、聞く耳を持っているかどうか、だというのです。明君は、どんな人からも広く意見を聞き、自分の知らないことを尋ねる。逆に安君は、お気に入りの部下の言うことだけを信じて、他の人の言うことに耳を塞いでしまうのです。ここで反面教師として出てくる教皇と昏という人物は共に悪人と言われています。聡明な君主にはこの教皇や昏のような悪人も手出しはできないというのです。天下を守り続ける難しさ。貞観15年、太宗が臣下たちに言われた。天下を守ることは難しいか
それとも優しいか。部下の議長が大変に困難ですと言った。大層は賢人や能力ある者を任用し、感想を聞き入れれば良いのではないか。どうして困難ということがあろうか。議長は古の帝王の行状を見てみますに、憂いや危険のある時には賢者を任用し、いさめも聞き入れます。しかし、安楽な状態になると必ず気持ちが緩んで、怠慢の心を抱きます。そして、感想を受け付けなくなり、相乗しようとする者を怯えさせることになります。こうして日に日に衰え、ついに国家の滅亡に至るのです。安らかな時こそ恐れなければなりません。どうして困難でないと言えましょうか。ここで出てくる感想という言葉は、上岸西洋によく出てくる重要な言葉です。一言で言うと、目上の人に対して、たとえ言い争うことになっても、その誤りを正そうとすることです。ここで議長が言ったのは、権力の座につくと、人は少なからず変化してしまう。今まで周囲の意見を聞いていた人が、突然聞く耳を持たなくなるのです。権威を振りかざし、他人を見下すようにもなります。だから議長は、天下を守り続けることこそが困難だと言っています。慢心が生じて感想を受け付けなくなるからです。すると周囲の人も、どうせ言っても聞いてもらえない、下手に言うと首が飛ぶ、と感想を自粛するようになってしまいます。こうなると、君主は孤立し、体制は日々衰退していくことでしょう。感想の大切さ。上岸3年、大宗が臣下たちに言われた。中書省、文科省は国家政務の中心となる役所である。才能ある者を抜擢して配置し、その任務は実に重いのである。しかし、消直に不当なものがあれば、皆必ず十分に意見を主張しなければならない。この頃、ただ天使の命におもねり、天使の感情に従う傾向があるように思う。言われるままに文章を通過させ、一言の感想をする者さえいない。どうしてこれが道理と言えようか。もし、ただ消直に署名し、文章を回すだけならば、誰にでもできるであろう。わざわざ優秀な人を選んで、重要な任務を与えるという煩わしいことをする必要があるだろうか。今後、もし消直に不適当なところがあるのではと疑問があれば、必ず意見を主張しなさい。むやみに恐れ慎んで黙ったままでいてはならない。ここで出てくる中書省、文科省は中央政府の役所の名前です。ここで大宗は2つの役所を名指しして率直に意見を言うようにと指示したわけです。兆しを諌める。上岸17年、大宗が部下の貯水量にこう問うた。昔、舜が漆器を作り、禹がその台に彫刻を施した。当時それを戒めた者が10人余りいたという。たかだか食器くらいのことで、どうして苦言を呈することがあろうか。これに対して、貯水量はこう答えた。彫刻のような細工は農業に害をなし、組紐のような飾りは女性の仕事を妨げます。行き過ぎた贅沢に手を染めるのは滅亡の第一歩です。漆で満足できなくなると、次は金で器を作ることになるでしょう。また、金の器で満足できなくなれば、次は宝石で器を作ることになるでしょう。だから、乾燥する進化は必ずその兆しの段階で諌めるのです。物事が満ち満ちてからでは、もう諌めることはできません。ここで出てくる貯水量は、
書道の大家としても大変有名な人物です。ここでの大僧の質問は、昔、舜が漆の器を作り、禹がその土台に彫刻を施した際、10人もの家臣がそれを戒めたという話に始まっています。これは漢筆詩に出てくる故事です。大僧はたかだか食器のことでそう大げさに諌めるのはどうなのかと聞きました。これに対して貯水量は、前、つまり兆しの段階で諌めるのが寛容だと答えます。それくらいどうでもいいではないかという考えは甘く、やがて満足できなくなって、漆から金、金から宝石へと欲望は大きくなっていくのです。そうなってからは手遅れ、兆しの段階で諌めなければならないということです。三つの鏡。大僧が臣下たちに言った。そもそも銅を鏡とすれば衣服や冠を正すことができる。古を鏡とすれば世の攻防を知ることができる。人を鏡とすれば善悪を明らかにすることができる。私は常にこの三つの鏡を保持して自身の過ちを防いできた。しかし今、部下の議長が亡くなってついに一つの鏡を失ってしまった。こう言って涙を流されました。やがて消直を発してこう言います。昔はただ議長だけが常に私の過ちを明らかにしてくれた。彼が亡くなってからは過ちがあってもそれを明らかにしてくれる者がいない。私はどうして以前だけに非があり、今はすべて正しいなどということがあろうか。また、多くの役人たちがむやみに人の言葉に従い、逆鱗に触れるのをはばかっているのであろうか。指針を持たずに物事を受け入れ、迷いを開いて反省するのはこのためなのだ。私の部下が言っても用いてもらえないというのであれば、私は甘んじてその席を置いたい。しかし、そもそも感想をしない、言わないというのであれば、それは一体誰の責任であろうか。以降、おのおの自分の誠を尽くせ。私に悪い点があれば、直言して隠すことがないように。鏡は真実を映します。私たちが鏡だと思っているのは、自分の姿を映す鏡でしょう。しかし大僧はさらに二つの鏡を持っていました。歴史と人です。歴史は大切な教訓。先人の素晴らしい業績を見て、また失敗を見て学びます。そしてもう一つ、自分を率直に正してくれる鏡。それが人です。議長は大僧にとっての鏡だったのです。その議長が亡くなった今、自分を正してくれる鏡を失ったと大僧は嘆いているのです。樹木を植えるように。貞観9年、大僧が臣下たちに言われた。昔、初めて都を平定したとき、宮中の美女や珍しい財宝がどの宮殿にも満ち溢れていた。それでも、時の皇帝煬帝は不足だと考え、税の取り立てをやめなかった。さらに東に西にと遠征し、兵力を使い尽くして、無道の戦争によって徳を汚した。人民は耐えきれず、ついに隋は滅亡したのである。これは私が実際目にしたことだ。だから朝早くから夜遅くまで熱心に励み、ただ心穏やかにして天下にことが起こらないよう願ったのである。そこでついに穀物は豊作となり、人民は安楽となることができたのだ。そもそも国を治めるのはちょうど樹木を植えるのと同じ。根元が揺るがなければ枝葉は繁盛する。君主が心清らかであれば
人民はどうして安楽とならないことがあろうか。この唐の時代の前、隋の滅亡は決して外圧によるものではありませんでした。隋の皇帝の不徳が招いた自滅だったのです。最も肝心なのは根本です。樹木と同じで、この根元がしっかりしていないと枝葉は茂っていかないのです。大宗はこの樹木の例えを使って隋のような鉄を踏まないと宣言したのです。大宗がこうした思いを抱くに至ったのは隋の惨状を目の当たりにしたからに他なりません。大宗が進軍して宮殿に入ってみると、そこには美女と財宝が満ち溢れていたのです。それでも隋の皇帝煬帝はまだ不足だとして民から厳しく税を取り立てたのでした。反乱が起こるのは当然だったと言えるでしょう。時代の中から人を選ぶ。貞観2年、大宗が宝徳院に言った。国に平安をもたらす根本はただ人を得るかどうかにかかっている。この頃、賢人を推挙するように命じているが、未だに一人の推薦もない。天下の祭りごとは重大である。公は私の憂いと辛労を負担すべきである。公が言わないのであれば、私は一体誰を頼りにすればよいのか。すると、宝徳院がこう答えた。私はどうして気持ちを尽くさないことがありましょうか。ただ私の見るところ、抜きん出た才能の者がいないのです。すると大宗はこう言われた。以前の優れた王たちは、人を使うこと、器のごとくであった。才能あるものを別の時代から借りたのではなく、皆人材をその時代から取ったのである。殷の高宗が不悦という人物を、また周の文王が太公望呂将に出会うのを待つようにして、その後で政治を行うということなどあろうか。どの時代でも賢者がいないということはなかろう。ただ、それを見逃して知らないということを心配するのである。部下の宝徳院は恥じて赤面しながら退出した。才能ある人を見つけ出すのは確かに難しいことでしょう。だからといって周の文王が釣りをしていた太公望に巡り合ったという特殊な故事を真似する必要はないのです。その時代の中から人を選ぶということ。つまり遠くに何かを求めるのではなく、まずは身近なところに着目して人を探すということです。遠くに優れた人がいるとは限りません。すぐ近くにいるかもしれないのです。問題はそれを見逃さないようにするということで、選ぶ人の目が試されているということです。今の政治の劣る原因。貞観2年、大宗が部下の王兄に問うた。近代の君臣による国家統治がほとんどの場合、昔に劣っているのはどうしてか。王兄は答えた。古の帝王が政治を行う際には、皆その志は清らかで、静かなことを尊び、人民の心を我が心としました。これに対して近代は、ただ人民を損ない、己の欲望を満足させ、また大臣たちも儒学に精通した人物ではありませんでした。漢代の宰相は皆儒学に精通していました。もし疑問のある出来事があれば、皆儒学の言葉を引用して判断していたのです。これにより人々は礼儀による教えを理解し、政治は
太平の世を実現したのです。しかし近代は武力を重んじて儒学を軽視し、あるいは法律を取り入れているものもあります。儒学による行いはすっかり欠け、世の中の純粋な気風は大いに破壊されてしまいました。大宗はその言葉に深くうなずかれた。これにより、百官の中で学業優秀かつ政治の要諦を知る者があれば、多くは役職を挙げて抜擢された。ここでは、今の政治が昔に劣る原因として、任用された大臣たちが儒学に精通していなかった点が指摘されています。政治家はもちろん政治のプロでなければなりませんが、その前に儒学を治めた徳のある人物でなければならないとしているのです。それは人徳を尊び、人民を大切にする政治につながるからです。言葉の大切さ。貞観8年、大宗が臣下たちに言った。言葉は君主にとって最も大切なものである。談論は決して容易なものではない。およそ庶民にあっても一言でも良くないものがあれば、人々はそれを記憶に留め、恥と災いになる。ましてや、君主においてはなおさらだ。言葉を発してそれに背きたがうことがあってはならない。その損失は極めて大きい。私はこの点を戒めとなすべきだ。隋の煬帝が初めて離宮に出かけ、その庭の様子が気に入った。しかし、蛍がいないのを怪しみ、こう命じた。蛍を捕まえてきて、この離宮で闇夜を照らせ。そこで役人たちは、にわかに数千人を派遣して、蛍を取って車500台分の蛍を離宮に送った。蛍という小さなことですらこのありさま。ましてや大きなことではなおさらだ。魏将はこう答えた。人君は天下の最も尊い位におられます。もし過ちがあれば、昔の人はそれを太陽や月の食のように人々が皆目にするものだとしています。実に陛下が戒め、慎まれたところのようでございます。隋の煬帝が欲したという蛍。大宗はこれが滅亡の兆しだったと指摘しています。蛍を鑑賞するのは夏の風物詩で、そのこと自体は風流だとも言えます。ただ、離宮に蛍がいないからといって、数千人を派遣して蛍狩りをさせて、夜中、宮殿を照らすというのはいかがなものでしょうか。一時が万事。このような常識外れの言葉は、その他の事柄についても同じことなのです。魏将もこうした煬帝の失敗を認め、そもそも皇帝や上司は太陽や月のようだと言います。日食や月食が起これば、人々は何事かと天を仰ぎ見ることでしょう。出現は直ちに知られてしまうのです。最後に、六世六者の言葉をご紹介します。六者というのは、これをしてはならないという教えです。務めをせず安住しながら、周囲の情勢ばかり伺おうとすること、献身。君主の言葉をすべて褒め、おべっかをすること、由心。陰険であり、人を選び、立派な人を避けようと悪巧みをすること、関心。知恵を自分の詭弁のために使い、臣下あるいは君主にいさかいを起こさせること、斬新。権力を持ち、派閥を作り、自分の思うままに君主の考えを変えさせる、もしくは君主を自分の傀儡にさせること、属心。君主を欺き、不義に陥れ、それを仲間同士が連なり、悪事を暴き、君主を敗訴させること、
王国の神。これは職場などいろいろなところでよく見ます。こうならないように気をつけていきましょう。